上り窯の窯焚きの工程を2回に分けて紹介しています。前回は窯焚きの準備から胴肝の火入れまでをご紹介しました。今回は内の間と二の間の火入れから器の窯出しの様子をご紹介します。内の間の投入口から薪を投入する準備に入ります。投入口を開けるため目地の粘土を剥がします。レンガも赤くなり、かなり熱せられているのがわかります。薪の投入口ができました。松の木を細く切った薪を投入し、温度を上げていきます。薪の量を増やし、還元焼成させます。還元焼成とは、窯の中の酸素量が少ない状態で焼く方法です。酸素が少ない状態で焼成させると、釉薬の中に含まれる金属の酸素が奪われることで温かみのある色に変色します。ここからは友人と交代して私は仮眠を取ります。薪を入れると酸素を取り込もうと穴から火が噴き出していきます。還元焼成を保つため火が噴き出す状態を維持しながら焚き続けます。内の間の焼成を始めてから9時間ほど焚きました。内の間の投入口をレンガで塞ぎ、赤土で目地を埋めます。同時に二の間の投入口を開けます。二の間の薪を投入し始めます。二の間の焼成は胴肝と一の間の熱が十分に行き渡っているので、一の間に比べて時間的に短くなります。還元焼成は不完全燃焼のため黒煙が出ます。火が弱まり黒煙が出なくなると薪を追加する。これを繰り返します。これらの松の薪は薪屋さんに作ってもらいます。1束500円ほどで、これを一度の窯焚きで60から70束くらい使います。これは煙突の後ろにあるエアダンパーという空気口です。こちらは二の間から煙突の間にある煙道という空気口です。エアダンパーと煙道の開け閉めで空気の量を変え、炎の勢いを調整します。温度が上がると投入口から出る炎の勢いも増していきます。薪を入れた直後の煙道の様子です。こちらも先ほどより炎の勢いが増しています。二の間の焼成の終盤になりました。
テストピースを取り出し、釉薬の溶け具合を見ています。これを色見と言います。二の間の焼成は6時間かかりました。薪を入れると黒煙が立ちます。黒みが薄くなるとまた薪を追加する作業を繰り返します。二の間の焼成が終わり、投入口を塞ぎ、赤土で目地を埋めます。二の間の焼成が終わりました。冷気が入らないように胴際の目地も赤土で埋めました。これまで32時間経ちました。ここから4日かけてゆっくりと窯を冷まし、窯出しの作業に移りたいと思います。4日経ちました。窯が冷めましたので、これからレンガを外していきます。一の間の扉のレンガの目地を外しています。目地の土は次の窯焚きで使うため取っておきます。外したレンガは次回並べやすいように順番を決めて置いていきます。二の間も同じようにレンガを外しています。かなり土ぼこりが出るのでマスクをしています。一の間の焼成後の様子です。こちらは二の間の様子です。器を取り出しています。上り窯の焼成は天気、薪の状態、窯詰めの状態で毎回変わります。窯から出る火の吹き方、煙の出方を見ながら薪の量を変えているので、焼いている間は休まる時間がありません。気力、体力を使いますが、炊き終わった後の爽快感は何事にも変えられません。今回は40時間にわたる上り窯の窯炊きをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。